はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は腹筋改造7日間チャレンジイエーイということで、この1週間ですね、毎日腹筋を中心に15分程度、15分から20分ぐらいのね、私自身の考えたプログラムをいくつか組み合わせてね、エクササイズをしていって1週間で私の腹筋がどれくらい変わるか、ウエストがどれくらい絞れるかっていうことにチャレンジしていきたいと思いますね。私結構エクササイズビデオたくさん出してまして、自分のね好きなプログラムを組んでいるんですけれども、自分で言うのもなんですけど結構いいメニューなんですよ、自画自賛。はいでね、結構ピラティスとかそういうものをね組み合わせて、そこまできつくないけど地味に効くっていう、ちゃんとね下っ腹にも効いてくれて、インナーマッスルコアにもっと効く感じ、がむしゃらに腹筋するようなそういう腹筋ではなくて、なんかそんなので効くのっていうような感じなんですけど、地味にインナーマッスルにね効いてって、やっぱりね40代50代60代年齢が上がるにつれて、そういう運動をやっぱりねしていかないと、どんどんお腹がねぷくっとしてきてしまうっていう。あとはねやっぱり便秘にもつながりますし、腹筋っていうのはね必要なんですよ、人間に。でね、やっぱりね日頃からあんまり運動してない方でも15分20分ぐらいの運動でしたら、ちょっとねテレビ見ながらとか、ベッドの上にゴロッとなりながらとかでもできるねメニューを私結構考えておりました。考えてあります。お腹とか足とかに分かれて再生リストもありますので、ぜひねよかったらそちらも見てください。で、私はね準備運動のストレッチから腹筋を中心にしたメニューを15分から20分ぐらいで毎日やっていきたいと思います。皆さんもね一緒にやってみませんか？どれくらい変われるのかね。1週間なのでそこまで劇的にはならないと思うんですけども、ちょっとねやっぱりキュッとくびれ、あと筋肉の筋とかがしっかり入ってねいくようになったらいいかなと思います。今週からですね、結構ニューヨークも暖かくなっております。日本はねどうでしょうか？もうねそろそろ春が近づいてきたかなと思います。うちはね海がもうすぐそこなんですよ。なので暇があればね、天気が良ければすぐ海に行っちゃうっていう感じの生活スタイルをね、この春から夏やっていくので、もうそろそろねちょっとお腹の方もね出さなきゃいけない時期なので、もうここでねちょっと頑張って腹筋引き締めていきたいと思います。ちなみにですね、私はあんまり体重にはこだわってないので、どちらかというとボディメイクの方を中心にやっていきたいと思います。なのでね、体重は測りません。なのでご了承ください。楽しんでねやっていけたらいいと思いますので、皆さんもねぜひ一緒にやってみてください。それでは1日目からスタート。はい、これが初日、今のお腹周りです。そこまでではないけれども、冬の間でねこうメリハリがなくなったお腹というか、腹筋もねそこまでしてなかったので、ここのねあたり結構うっすらとお肉がついております。できればこのおへそ周り、このあたりのお肉をちょっとシュッとね、シックスパックまでいかなくても多少ギューってやればこういう感じで出なくもないけれども、こうねお腹をちょっと割って、ここのくびれをねもっとキュッとしていきたいかなと思います。
こんな感じ。よし。はい、始まりました。初日です。ストレッチから始めていきます。このストレッチはですね、私のお気に入り、大のお気に入りのストレッチです。ぜひね、これは朝でもいいし、夜帰ってきてからね、仕事帰りに疲れた体をほぐすのにね、めちゃめちゃいいストレッチになっております。やっぱりね、股関節からふくらはぎから背中、肩、全身をね、くまなくストレッチしていきますので、運動の前とかにもね、ぜひやってほぐしてから運動を始めてください。そしてこちら、反り腰で緩んできたお腹を引き締める腹筋運動のビデオになります。これはね、私が多分ほとんど最初に出したビデオになります。大好きなね、腹筋運動、それからピラティスみたいな動きをですね、結構取り入れてやっております。最後はね、お腹をストレッチして終わり。次はね、ちょっとハードにプランクに挑戦しました。6分間のプランク、結構これはね、きついんですよ。プランクはもう背中、お腹全部に効くので辛いんですけどね、おすすめの運動になります。はい、2日目です。もうすでにちょっと腹筋がいい感じになってるような気がする。ちなみに便秘3日目です。なんかちょっと最近ね、お野菜不足だったので、なんかちょっと詰まってます。なので下っ腹がかなりぽっこりなんですけど、私ね、結構すぐ筋肉がつきやすいタイプなんですよね。なのもあるんですけど、結構ちなみに朝ごはんを食べて今エクササイズをしたばかりです。なのでね、ちょっとパンプアップした感じになってるかなと思います。今日はこの後仕事に行くので、ちょっと日本のスーパーに行って、ちょっとね、大根とか買ってこようかなと思います。大根はね、便秘にいいので、これで便秘を解消したいと思います。はい、2日目は骨盤矯正ストレッチからです。足をパタパタねする動きを最初にやるんですけれども、これはね、本当に骨盤をねしっかり緩ませて歪みを矯正していくのにとてもいい動きになります。骨盤がね歪んでるとどうしても太りやすくなってしまうので、しっかり緩めていきましょう。そしてまたちょっとハードにプランクです。前回のプランクよりね短めのプランクになります。プランクはねちょっとハードな動きが多いので、レベルによるんですけれども、体力に自信のある方はねぜひやってみてください。全身がすっきりしていくと思います。次は大好きなカエル足腹筋。こちらもねちょっとハードです。カエル足にしてねやることによって内股にもねかなり効いてくるので、本当におすすめの腹筋運動になります。モデルの富永愛さんがどこかで紹介してたらしいですね。本当にね素晴らしく効くので、手短にお腹を引き締めたい方はぜひおすすめです。3日目です。今日は休みだったので朝遅く起きて朝ごはんを遅く食べ、家の掃除をして今からエクササイズします。今日は立ち腹筋をしようかなと思います。便秘の方は昨日の夜帰ってきてから大根のスープを作って食べたら速攻出ました。すごいね、大根すごいね。大根すごいと思います。こんな感じの
お腹です。でこれはエクササイズする前です。これからエクササイズして、昨日撮った写真がエクササイズ後だったので、ちょっとエクササイズ後どれくらいパンプアップするかまた写真撮ってみたいと思います。今日は立ち腹筋をしたいと思います。3日目です。3日目は上半身のストレッチから。結構五十肩がひどくてですね、肩がすごく固まってしまってるんですよね。なのであんまり無理をしないように肩はでも回していかないともっと固まってしまうので、結構ね無理をしながらでもやっております。この糸通しのねポーズも結構辛くなりました。はい、次は下半身、上半身と下半身別々のビデオですね。でも短めなのでトータルで11分です。下半身もねこの犬のポーズがすごく疲労回復にとってもいいので、ぜひね毎日やっていただきたいストレッチになります。お風呂上がりにベッドの上でねパタパタするだけでも体が緩んでいきますので、ぜひぜひやってみてください。はい、続きましてくびれを作る8分間の立ち腹筋になります。これはね本当に何のスペースもいらないので、1畳のねスペースさえあれば狭いリビングでもできると思います。テレビを見ながらでもねちゃちゃっと8分間やってみてください。動きさえ覚えればね別にビデオを見なくてもできる動きなので、こうやってねちょっとずつ1日の隙間時間でちょっと動いてあげると太らない生活が手に入れられると思います。はい、続きまして食べたら動こう10分間の有酸素ヒットです。やっぱりねちょっとカロリーは消費しないと脂肪は燃えないので、筋肉をつけてもねカロリーを消費するこういうね有酸素運動を一緒に取り入れてあげることでダブルで体が引き締まっていくと思います。ぜひぜひね組み合わせてやってみてください。エクササイズ終わりました。今日はストレッチ、上半身と下半身のストレッチをだいたい15分ぐらいと、あとは立ち腹筋と腹筋、メインのちょっとカーディオエクササイズをやって、だいたいトータルで30分ぐらいエクササイズしました。ちょっとパンプアップされるよね。特にここの上はね結構すぐにここの辺はつきやすいんですよね。やっぱり下半身がつきにくいので、筋肉がねぷにゅ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 つきにくいので、明日はピラティスの下腹部に特化したやつをやっていこうかなと思います。今日はね結構こうねじる運動をたくさんやったので、ねじる運動は結構ねくびれを作るのにいい運動になります、ね、くびれたければねじる、そんな感じです。明日もやっていきます。はい、3日目4日目わかんなくなってきちゃったです。今日は今ね4時ぐらいなんですけど、今からエクササイズします。今日は寝てねやるピラティス的なもっと下腹部に効くやつをやろうと思っています。このね上側ではなくて結構ねこっち中心にやっていきたいと思います。こうねぽっこり下っ腹ぷにぷに、このねあと便秘もね気になるので、昨日はほんとちょろっとしか出なかった感じかな。ここ最近ねちょっと良くないね。というわけでこんな感じです。はい、これで、ち
ちょっとエクササイズしていきたいと思います。はい、4日目の運動はこちらヒップモビリティ、股関節のね可動域を広げるストレッチになります。とはいえね、ちょっと肩の関節とか上半身のねしなやかさも取り入れております。やっぱりね、下半身、股関節がやっぱり大事なんですよ。特にちょっとね中年期に入りました私たち世代、あんまりね股関節を動かすことが少なくなっていると思います。ぜひね股関節の可動域を広げて美脚、あと痩せやすい体を手に入れましょう。次はぽっこりお腹を撃退するピラティス運動になります。こちらね8分間なんですけど、こちらねちょっときつめです。作った私が言うのもなんですが、結構ね上級者向けかなと思います。でもやった後はねかなりお腹が温まってすっきりしますのでね、絶対お腹は引き締まっていくはず。最後はねちょっとこうストレッチも入れてちゃんとアフターケアをしてあげましょう。続きましてまた追い詰めますよ。コア腹筋。こちらの運動もね結構さっきのと似てるんですけれども、ピラティスの動きをちょっと取り入れております。なので下っ腹のぽっこり、骨盤底筋の緩みなどにねかなり効く動きになっております。9分間、さっき8分間、今9分間合計ですけれども、頑張ってねちょっと追い詰めていきましょう。4日目もうね折り返しです。頑張ってねやって、最後はスフィンクスのポーズでリラックスして終わりました。はい、早いものでもう5日目です。こんな感じ。今日は朝ちょっとだけ便が出ました。今日もね結構ピラティス的な下腹部を中心にしたトレーニングをしていきたいと思います。やっぱりね何事も便秘解消が一番お腹にはね効くので、それねちょっと下っ腹をねキュッと引っ込めるようなエクササイズをしていきたいと思います。どうです？こんな感じ。そんなねギューってやったらこんな感じ、ギューってやったらこんな感じ、普通にしてこんな感じ。やっぱりねこのぷよぷよをなくすには多少のカーディオ、有酸素運動をしないとダメですね。筋肉をつけるには筋肉運動、あとねやっぱくびれを作るにはやっぱりねじる運動がやっぱり必要なので、ねじる運動も入れつつ、今日はねピラティスやっていきたいと思います。どうしよう、カーディオも混ぜようかね。筋肉運動とカーディオ、有酸素運動を一緒にやっていきたいと思います。はい、5日目です。5日目は体目覚めるモーニングストレッチからです。こちらのストレッチね、ベッドの上で起き抜けにできるように作りました。なのでね、本当にリラックスして自分の呼吸、呼吸にね結構集中して深呼吸をしながら自分の体にね酸素をずっと送ってあげる、そんなイメージでやってみてください。結構激しくやってますね。続きまして今日はねヒット、お腹のヒットからです。こちら10分間のヒットトレーニング。ヒットってね結構立った感じでやるのが多いかなと思うんですけれども、こちらは腹筋のヒットになります。なのでねちょっとだけきつめかとは思いますが、やったらやっただけのね効果は 100% 保証できます。次は立ったヒットでくびれを作ろうっていう感じですね。有酸素も混ぜて作っております。
体をねじったりとか、あとはちょっとスクワットの動きみたいなのもね結構一緒に入れておりますので、下半身も一緒に鍛えられます。ねじったり横に曲げたりとかね、ねじったらねじった分くびれていきます。頑張りましょう。はい、6日目かな。今日はちょっとお昼にね用事があったのでマンハッタンに行ってきて、朝から行ってきて帰ってきて、今が4時ぐらいかなです。今からエクササイズします。今日はねちょっとお昼をなんかねパンを食べたので、なんかちょっとお腹が張ってる感じです。ね、朝は時間がなかったのでバタバタとね家を出てったので、トイレはねちょっと済ませてないんですけれども、夜にね出ればいいかなと思っています。こんな感じ。あと1日なんでね、そんなに変わんないかな。どうなんですかね。こんな感じです。お腹がちょっと今日はねお腹が痛いんですよね。感じです。ふっ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 とやったらこのぐらい、ふーってやったらこんな感じです。はい、エクササイズします。はい、6日目です。早いものであと2日。大好きなこのねストレッチからやっていきます。これは初日にやったストレッチです。私の大好きなストレッチの動きをね全部入れております。なのでね、私は自分が何かストレッチをしなきゃいけないっていうと、このストレッチやっております。世界一偉大なストレッチです。本当におすすめなのでぜひやってみてください。続きましてこちらの立ち腹筋をやります。この立ち腹筋はね結構足を上げたりとか横に曲げたりとか、いろんなね腹筋運動を立ったままできる優れものになります。結構ね足を上げたりすることが多いので、バランスに気をつけて倒れないようにやってみてください。こちらも立ち腹筋、お正月明けにねお正月太りを解消する、くびれを作る立ち腹筋を作りました。こちらね結構骨盤をね前後にスイングさせる動きとかを入れてね、ダンスの要素を入れております。やっぱりね骨盤をスイングさせるとくびれはねできやすいです。はい、今日が7日目ラストデーです。イエーイ。今日は最後なのでちょっと頑張って長めにやっていこうかなと思います。ちょっとボクササイズみたいなのをしてみたり、もし余裕があればピラティス腹筋をしていきたいと思います。今日はねストレッチも12分ぐらいなのをしていこうかなと思っております。どうでしょうか。そんなにねそこまで劇的に変わったかなというと、どうでしょう。今はエクササイズ前です。なのでエクササイズ後にもう一回ねちょっと見ていきたいと思います。やっぱりねちょっとリザルト写真はちょっとマスキュランにしていきたいかなと思うので、今日はズルをしてですね、最終日ちょっとだけ長めにトレーニングしていきたいと思います。楽しみ。はい、とうとう最終日です。あっという間でした。最後はね、12分間の疲れた日こそストレッチ。このストレッチをやっていきます。こちらはね、
上半身下半身トータルでストレッチする基本的なストレッチを入れたストレッチメニューになります。なのでこれをね1本やれば全身くまなく伸ばされる、そんなメニューになっております。続きましてこちらもねダンスの動きを取り入れました。くびれを作るには腰を振れ。本当にね腰は振っただけくびれますので、ぜひぜひね恥ずかしがらずにブンブンね腰をぶん回してくびれを作っていきましょう。一時期話題になった中国の腰振りエクササイズの要素をかなり取り入れております。私もサブスクライブしていくつかのチャンネルを見ております。次はボクササイズ12分間の燃焼系キックボクシングエクササイズです。キックボクシングね大好きなんですよ。ほんとね一時期ハマって夢でキックして壁を蹴ったことがあるぐらいとっても大好きです。本当にストレス発散になるしね、上半身下半身両方の引き締めにかなり効果的です。もちろんお腹もねくびれます。そして最後はピラティス腹筋、8分間のピラティス腹筋です。ピラティスはね本当におすすめです。私は普通の腹筋はね本当にできないんですけれども、ピラティスに出会ってね本当に腹筋を楽しく鍛えることができております。50代にはおすすめの腹筋運動になります。終わりました。お疲れ様です。はい、今トータルで、だいたい30分ぐらいのエクササイズをし終わりました。今日はねちょっと頑張りましたよ。ボクササイズしたりとか腰をね振るやつしたりとか、最終日だったのでちょっと追い込んでみました。こんな感じの今終わった後のお腹です。なのでねちょっとわかんない、インチキかもこんな感じでしっかりこんな感じで変わりましたでしょうか。だいたいねあれだけ腹筋使ってやったらちょっとは締まってね見えるかなとは思うんですが、こんな感じでちょっとねここがキュッと、このボクシングの動きとか腰をこうねやる動きとかは本当にねこの腹斜筋っていうんですか、ここがねすごく締まりますので、この辺のねブラジャー周りのはみ肉とか背中のね肉とかこの辺のお肉落としたいっていう方はね、ぜひこの横にね腰を振ったりスイングさせたりとか、こういう動きもね大事です。この傾斜をね前後にこうさせる動きもうね骨盤底筋、尿漏れとかねぶっちゃけありませんかね。ちょっと緩んできちゃったなっていう、おしっこが我慢しきれないっていう方も多いんじゃないかと思います。そういうのもね腹筋特に下腹部のインナーマッスルが弱ってるとねやっぱりちょっとそういう問題も出てきてしまうので、ぜひね一緒に腰を揺らしたりとかねじったりとか、ピラティス的なね動きで下腹部引き締めていきましょう。どうでしょう、下腹部最初よりはちょっとフラットになってきたかな。どうですかね。こんな感じです。1週間なんでね、1週間だいたい15分か20分ぐらいの腹筋運動をしてこんな感じで結果が出ました。これは出たと言ってもいいんではないでしょうか。そこまでねハードなものはやってないので、皆さんもね気長にできると思います。私は今回全く食事
に関してはいつも通り、むしろちょっとね筋肉つけたいなと思ったので、お肉とかね、そういうプロテイン食べたりとか、あと便秘、やっぱりねちょっと毎日こうやってビデオを撮るっていうなると、結構私もねメンタル的にって思うと、ついつい便秘症になってしまうタイプなんですね緊張しいなんで結構ね詰まったりとかすることが多かったんですが、今回はねやっぱり食べて出して運動して筋肉をつける、引き締めるっていうことを目的にしてやったので、ご飯に関しては普段通り食べておりました。なのでね、痩せたかっていうと痩せてません断言できます。痩せるを目的でなく引き締めるを目的でやってきましたので、そういった意味ではね、1週間ちょっとの運動でこれぐらい引き締まるっていうことが皆さんにもねお見せできたんじゃないでしょうか。これね1ヶ月やったらシックスパックですよ、私多分。なのでね、皆さんもこういうのはねほんと習慣なので、週に3日でも、ね、毎日ちょっと5分ずつでもちょっとずつやればね、こうやって体は応えてくれますので、ぜひぜひ夏に向けてね、これから薄着になる季節になります。もうねコートとかでは隠しきれません。ウエストもねちょっとあらわになってきてしまうこの時期ですからね、ちょっとずつ本当に出す時期になるまでに1ヶ月2ヶ月まだまだありますので、ちょっとずつねそうやって運動をして引き締めて、夏にはこんなに引き締まりましたっていうね、自分も気づいて、その後友達も気づく、そういう感じです。まずね、自分でしたら本当1週間で結果は見えますので、ぜひぜひ頑張ってね、生活習慣、運動習慣をつけて夏に向けてね体の準備をしていきましょう。ということで、もしねこの動画が役に立ったなと思ったら、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。最後のねまとめがお腹だけで終わってしまうっていうのもなんなんですけど、こんな感じになりましたので、ぜひぜひ一緒に運動習慣つけて夏までに頑張りましょう。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。